はいどうも、小川でございます。今日は Mac アプリの話です。これなしでは考えられないという Mac アプリを9個紹介します。先日ですね、なんと Apple さんに招待してもらうことができて、ロサンゼルスで新型 Mac の体験会に参加してきました。最新の Mac に触れる中で改めて感じたのは、優れたアプリがあって、より Mac の可能性は広がるなということです。というわけで、実際に僕が使っている、これなしでは仕事にならないという Mac アプリを9個紹介します。主に作業効率を上げるような Mac をより便利に使う系のアプリになっております。やっぱりね、人が使っているものを見るときが一番参考になると思うんですよ。より Mac を使いこなしたいという人はですね、ぜひこの動画を参考にしていただければと思います。はい、今日紹介するアプリはこの9個のアプリになります。ランキングではないので順位はありません。というかね、順位をつけられません。内容としては有料と無料それぞれね、混在してます。もちろんね、無料の方が僕もありがたいんですけど、有料のものであっても、これは買ってよかったと思えるものになっております。目次つけてるんで、これをもう知ってるわっていうものは飛ばしてね、気になるところから見てもらえればと思います。あとですね、紹介したアプリは全て概要欄にリンクありますので、気になったものがあれば、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあまず一つ目はですね、ドロップオーバーというアプリです。これどんなアプリかというとですね、ファイル管理が究極的に簡単になるアプリです。シーンで言うと、日常のドキュメントワークから動画編集などのクリエイティブ作業まで含めてですね、あらゆる作業において作業効率を大きく改善してくれると思います。よくできてます。これ基本機能としてできることは、一時的なフォルダを作ってそこにいろいろなところからファイルを集めることができるんですよ。ドロップオーバーでは一時的なファイル置き場のことをシェルフって呼んでるんですけど、例えば A っていうフォルダと B っていうフォルダから複数のファイルを一時的にシェルフの中に入れておいて、それを隣の画面で開いているアプリで使うみたいな、そういったのがベーシックな使い方になります。それ系ねと思った人いると思うんですけど、それ系ねと思いきやですね、それを基本機能としていろいろなことができるんですよ。もうね、これだけで動画にしたいぐらい結構いろんなことできるんですけど、今日はね、主要なところだけ抜粋して紹介しますね。まずね、呼び出し方が特徴的で、シェルフに入れたいファイルを掴んだら、その場でシェイクします。こう左右に振る感じ。そうすると小窓が出てくるので、そこにドロップ。そうすると一時的な置き場であるシェルフにファイルが入ります。で、これファイルだけじゃなくって、コピーしたテキストをシェルフ上でペーストするとテキストファイルになったりとか、ウェブページから画像をドラッグして持っていくと、それもね、簡単に入れることができます。さらにですね、ブラウザから URL をドラッグすると、リンクとしてシェルフの中に格納できます。ここまではそんなもんでしょって感じしますよね。ドロップオーバーはここからです。まずこのシェルフは複数作ることができます。なので、例えば使い方としては、資料1ページ目用の画像とかテキスト、2ページ目用の画像とかテキスト、そんな感じで素材を分けたりとか、あとはこれは誰々さんに送るものセットのような感じで、何らかの流度に分けたシェルフを複数作れるんですね。で、シェルフに対しては名前や色をつけて管理できて、好きな位置に置いとくことができます。邪魔だったらね、端っこに寄せちゃえば小さくもなります。ピンをつけることができて、そうしておけばですね、いつでもメニューからまた呼び出せるし、10個までは履歴機能があるので復活させることも可能です。で、もちろんまだまだあるんですよ。例えばですね、この A さんに送る用の資料セットはメニューからこのまま ZIP することができます。これを AirDrop で共有することももちろんできます。さらにですね、ドロップオーバー専用のクラウドにパスワード付きでアップして共有できたり、こちらからダウンロードしてくださいみたいなリンクを作ることもできます。リンクはデフォルトでは3日間で自動的に消去されるんですけど、自分で自由に設定できるので消さないっていうこともできます。有料プランだとこの専用クラウドを最大10ギガまで使えるので、かなり余裕があります。いや専用クラウドじゃなくってドロップボックスとか iCloud がいいんだけどっていう人いますよね。もちろんできます。このような感じでアップロード先をドロップボックスや iCloud にすることができるので、そちらがいいという人はそちらを指定することも可能です。で、もうこのファイルいらないと思えばメニューからそのままゴミ箱へ捨てちゃってください。他にもですね、キーボードを使いたい勢の皆さんのためにですね、キーボードショートカットによって操作できるようにもなっているのでご安心ください。さらにですね、効率爆上げしたい勢の皆さんをも満足させるマニアックな使い方もカバーしてます。カスタムアクションを作って、例えばシェルフに入れたら画像ファイルをあらかじめ設定したサイズにリサイズするとか、
PDF に変換するとか、さらにカスタムスクリプトが動かせるので、スクリプトによって複雑な処理をさせたり、オートメーターと連携させて連続的な処理を実行したりなんてことも可能です。結構やばくないですか？この手のアプリだと余インクっていうアプリが有名ですよね。余インクだとこういったファイルの一時的な置き場所を作れるのが1箇所だけだったと思うんですけど、このドロップオーバーは複数作れるっていうのが大きな違いです。他にもクラウドにアップしたりとか共有したりとか、こうファイルが生まれてから使われるまでのライフサイクルの中の後ろの方まで機能化したような、そんなイメージのアプリです。同じカテゴリーの王者としてはやっぱりさっき紹介した余インクだと思うんですけど、その王者に立ち向かうチャレンジャーらしい多機能さを持ったアプリじゃないかなと思います。はい。で、ドロップオーバーの価格なんですけど、900円の買い切り型になります。14日間のトライアル期間があるので、フィットするかどうかっていうのを試してから買うかどうかを決めることができるようになってます。で、これ無料で使い続けることもできるんですけど、無料だとシェルフにファイルを入れるときに、なんか一回一回3秒待たされるっていうですね、地味なんだけど多大なストレスを感じる機能制限がかけられているので、それさえ気にならなければですね、無料で使っていることもできます。とはいえ900円の価値は全然あるアプリだと思うので、ぜひ入れてみてください。次はですね、クリーンショット X というアプリです。これはね、一言で言うならスクリーンショットを撮るアプリなんですけど、誰かに何かを伝えるようなシーンで大活躍するアプリです。もう本当に凄まじいアプリで、紙アプリというワードはこのアプリのためにあるんじゃないかっていうぐらい、情報共有の質と効率が大幅に向上します。これを使ってね、何を得られるかっていうのは実際にね、使っているところを見てもらった方が早いと思います。まずスクリーンショットですね。全体のスクリーンショット、それから範囲を指定したスクリーンショット。もちろんね、ウェブサイトをスクロールして撮影することもできます。で、ここからがやばいんですけど、クリーンショット X は撮影したものに対して簡単に注釈を入れられるんですよ。文字とかね、矢印とか、あとはクリックしていくだけで連番を触れるのが最高です。あとね、これ見てほしいんですけど、例えばここ大事ですみたいな感じで文字にハイライトしたい時あると思うんですけど、見てください。これいちいちハイライトの太さを変える必要なくって、画像の文字サイズを判定して勝手に太さを調整してくれるんです。これめちゃくちゃ便利でしょ。で、注釈を入れるのが終わったらそのままドラッグ&ドロップでスラックに持っていって共有して終わりです。こう様々なね、仕事を行う中でテキストベースのやり取りってやっぱり限界あるじゃないですか。そういった時にですね、さっとイメージを作って注釈を入れて共有するだけで、テキストよりも多くのことを伝えることができるし、分かりやすいし、齟齬が生まれないんですよね。マニュアルとかドキュメントとか何かをね、人に説明する、簡単に説明するっていうことに対してめちゃくちゃ活躍します。はい。クリーンショット X ができること、まだまだこんなもんじゃないんですよ。クリーンショット X は OCR もできるんです。文字認識ですね。こんな感じで好きなとこ撮影します。そうするとテキストになってクリップボードに入るんです。あとはね、好きなとこにペーストして使えます。で、精度がすごいんですよ。かなりの精度で正しく文字を認識してくれます。なんでこれ画像なの？テキストで使いたいのにっていう時ありますよね。そんな時にね、これがめちゃくちゃ活躍します。そしてまだまだあります。こう複数の場所を撮影して一つのイメージにしたい時ってないですか？例えばね、ある資料のここの部分と、こっちの資料のここの部分を一緒にしたいとか、そんな時には追加撮影ができるんですよ。一度撮影したら追加ボタンを押して再度撮影する。そうすると先ほどの画像に合体した1枚の画像ができます。もちろんね、これ3回でも4回でも追加して撮影して、一緒にすることができます。で、さらにね、スクリーンショット撮影したはいいんだけど、なんかこう見栄えを良くしたいなっていう時あるじゃないですか。そんな時はね、一瞬で背景をつけられるんですよ。こういったいい感じの背景だったりとか、あとはね、自分のデスクトップ背景をこんな感じで選ぶだけでつけられるんですよ。だからね、一瞬で綺麗に仕上げられるんです。SNS に上げたいみたいな時も便利だと思います。あとはもちろんね、動画も撮影できるし、カットもできるし、専用クラウドにアップすることもできます。どうですかこれ？めちゃくちゃいいでしょ？自分のね、画面上の何かを編集して誰かに伝えるというプロセスをめちゃくちゃエンハンスしてくれるんですよ。はい、そんなクリーンショット X なんですけど、これさすがにね、無料ではなくって有料なんですよ。買い切りとサブスクに分かれていて、買い切りの場合は29ドルです。で、そこにね、1GB のクラウドストレージがついてきます。ただこれ買い切りといってもですね、アップデートを1年間受けられる権利を買っているような感じなんですね。なので1年間の間にアップデートがあったものは全部こう更新していけるんですけど、それを継続したい場合にはまたね、買う必要があります。アップデートしなくていいっていう場合はね、別に買う必
必要はないんですけど、継続してアップデートを受けたいという場合には、実質ね、1年ごとに19ドルがかかっていくような、そんな感じのアプリになります。で、サブスクの場合は年間払いで月額8ドル、月払いだと10ドルになります。で、サブスクの場合はクラウドストレージが無制限に使えるし、お金を払い続けてる間はアップデートをもちろん受けられるし、やっぱりね、サブスクの方が手厚いといえば手厚いですね。アプリとしてはね、ちょっと高いなって感じるかもですが、これビジネスとかね、あるいはもう日常のコミュニケーションにおいても確実にレベルアップするので、気になった人はね、ぜひ検討してみてください。ちなみに僕は買い切りで毎年更新して使ってます。もうね、これがないと仕事にならないです。もっと詳しく知りたいっていう人はですね、クリーンショット X だけの動画も作っているし、ブログも書いているので、概要欄に置いとくので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ次はですね、メニューバー X というアプリです。これは Mac のメニューバーで使えるブラウザーアプリです。簡単に言うとね、メニューバーにブラウザを置いて表示することができるっていう、そんな感じのアプリです。こうメニューバーにね、好きなウェブサイトを固定して置いとけるっていう感じなんですけど、例えば作業しながら YouTube を見たいんだけど、こう画面をそこまで占有したくないとか、あとはね、インスタとか X とか、そういった SNS を置いといて、必要な時だけさっと見たいとか、そんな使い方にちょうどいいです。こういった MacBook とか、14インチぐらいのね、あんまり大きいとは言えないディスプレイサイズの環境下でも、情報に効率的にアクセスできるようになります。これがね、地味なんですけど、めちゃくちゃ便利なんですよ。僕がね、どんな使い方するかっていうと、さっきも言ったようにね、何かしながら、こう YouTube をなんとなく流したいとか、そんな時にね、ここで使ってます。小さくして置いとくみたいな。で、これね、メニューバーからずらすことができるんですよ。こんな感じで。またね、サイズを自由に調整できるので、邪魔にならないサイズで、邪魔にならないところに置いて、必要に応じてこうずらしながらね、作業をしつつ YouTube 見ているみたいな感じで使います。あとはこれもさっき言ったように X とかね、インスタとか、そういったものをこうさっと見るときに便利です。いやいや、効率改善のアプリってテーマで紹介してんのに、YouTube と SNS 見ますって正気かって思うじゃないですか。もちろんね、効率改善的な使い方っていうのはできるんですよ。例えば、Notion にまとめた何らかのこうレポートとか資料みたいなものを参照しながら作業するみたいな、そんな時に便利です。いや、メモ帳をね、そのサイズにして置いとけばいいじゃんと思いきやですね、情報はなるべく一箇所にある方がいいじゃないですか。だから Notion にまとめることが多いんですけど、それをですね、独立して配置することができるので、何かをしながらこう参照するみたいなことがしやすいなというふうに思います。この使い方をする機会っていうのはそんなに多くないんですが、あってよかったなっていうシーンはあります。主にはね、YouTube とか X とか SNS とかね、そういったのを見るのに重宝するかなって感じですね。あと ユーザーエージェントを自由に変えられるので、PC なのかスマホなのか、表示したいものに合わせてね、UI を変えるようなこともできます。で、これ無料でも使えるんですけど、一部の機能に制限がかかります。主だったところで言うと、メニューバーに追加できるブラウザが2つまでになります。一旦無料版で試してみて、2つじゃ足んないよ、もっと欲しいよっていう場合に有料版を検討したらいいのかなと思います。有料版は1000円の買い切り型です。ちなみに僕は今のところはですね、無料版を使ってます。はい、次はですね、アップクリーナーです。これはですね、Mac のアプリをアンインストールしてくれるアプリです。これね、非常に有名なアプリなので知ってる人も多いと思います。アプリのね、アンインストールを毎日するっていう人はあんまりいないと思うので、そう頻繁に使うアプリではないんですけど、Mac にね、インストールしたアプリを綺麗にアンインストールしてくれるアプリです。その綺麗っていうのはどういうことかっていうとですね、多くの Mac アプリはそのアプリに関連したファイルをどこかに作る場合があるんですね。で、アプリ本体を削除したとしても、その関連ファイルは残ってたりするんですよ。なんかそれって気持ち悪いじゃないですか。あと二度と使わないかもしれないのに、なんかそのアプリ用のファイルがある、それがストレージを消費するのもなんか嫌じゃないですか。そんな時にですね、このアップクリーナーを使うと関連ファイルも含めて根こそぎアンインストールしてくれるんですよ。その結果綺麗に Mac を使えますと。そんなアプリになります。で、これ使い方は簡単で、アップクリーナーを開いて削除したいアプリをドラッグ&ドロップするだけと、よくね、そのように紹介されることが多いんですけど、それはね、このアプリのちょっと一面的な使い方であって、もう一つね、便利なことができるんですよ。アップクリーナーはアプリの削除を監視できるんです。監視の設定をオンにしておくとですね、アプリケーションフォルダから削除すると自動でアップクリーナーが起動して関連ファイルをリストアップしてこれも削除していいかと聞いてくるんですね。これめっちゃ楽ですよね。こうやって使うのがこのアップクリーナーの醍醐味だと思います。ただ監視設定をオンにするとメモリ上に監視プログラムが載りますから、メモリを少しでも節約したいという人はオフにしておくといいかなと思います。デフォルトはね、オフになってたと思います。で、ちなみにアプリによってはですね、アンインストーラーが用意されているものがあります。で、そういった時はですね、アップクリーナーを使
使わずにアンインストーラーを使う方が無難です。専用の消すものがついているのであれば、それを使うのが一番綺麗に消えるはずなので、それはね、合わせて覚えておくといいんじゃないかなと思います。ちょっとね、覚えてないんですけど、10年以上はもうあるアプリなんじゃないかなと思います。それぐらいね、長い間支持されているアプリだと思います。これ無料で使えるので、ぜひ試してみてください。じゃあ次はですね、キーボードクリーンツールというアプリです。これね、めちゃくちゃシンプルなアプリで、キーボードを掃除するためのアプリなんですよ。もうね、一生紹介してるんですけど、本当に欠かせないアプリです、これ。で、これ何ができるかっていうと、めちゃくちゃシンプルで、ボタン一つでキーボードを無効化して、一切のキー入力を受け付けなくするアプリです。一切キーが動かなくなるので、その状態で掃除をね、しやすくします。主にね、MacBook とか、キーボードの一体型の Mac で進化を発揮するアプリかなと思います。Mac のキーボードってどうしても手で触るとこなんで、使ってると汚れるじゃないですか。で、じゃあ掃除をしようということで、電源ついたまま掃除すると、送ってはいけないチャットを送ってはいけない人に送ってしまう。そんなね、いわゆる誤爆みたいなことが起きる可能性あるじゃないですか。やばいですよね。いや、それが困るので、じゃあ MacBook の電源を切ろうということで電源を切ってから掃除をしようとすると、Mac はね、何かキーを触ると電源入っちゃうんですよ。つまりね、このキーボードって実はめちゃくちゃ掃除がしづらいんですよね。そこで、このアプリです。ボタン一つでキーボードが全部無効になって何を押しても何も反応しなくなります。この状態で心ゆくまでキーボードを掃除できます。で、無効化中でもトラックパッドとか、あとはマウスとかは動くので、掃除が終わったら再度このアプリのボタンを押せばキーボードが有効化されると。もうね、これだけのアプリなんですけど、超絶便利なんですよ、これ。このアプリもね、結構長いこと、それこそね、10年とかもうあるんじゃないかなと思います。それぐらいですね、これも長い間支持されているアプリなんだなと思います。このね、キーボードクリーンツールは無料のアプリなので、特に MacBook を持ってる人、ぜひね、インストールしてみてください。はい、じゃあ次はですね、マグネットというアプリです。で、これ何をするアプリかっていうと、画面上のウィンドウをこれ2分割にするとか、あるいは3分割にするとか、そういったね、ウィンドウの分割を簡単にしてくれるアプリです。キーボードショートカットでサクッとウィンドウを2分割とか3分割とか、上下2分割とか、そんな感じでね、分けることができます。で、マウス操作でも分割できるので、ショートカットを覚えるのが苦手という人でも簡単に使えるようになってます。で、これ何が便利かっていうとですね、やっぱり何かと何かを同時に見たい時ってあるじゃないですか。例えば何かのレポートを見ながらそれをノーションにまとめるとか、何かを参照しながら何かをするみたいなことってよくありますよね。そんな時に使えるのがこのアプリなんです。ベーシックなのは左右に2分割、あるいは右側だけ上下分割してファインダーを2つ並べるとか、あとはですね、5K で巨大なディスプレイを使っている人とかはですね、縦に3分割ぐらいしても全然余裕なので、そういった使い方もできます。あとはですね、何かを確認するときに、ちょっと全画面にしたいんだけどみたいな時も、一瞬でね、全画面を実現するっていうこともできます。このね、画面分割アプリって他にもたくさんあるんですよ。無料のものから有料のものまで、いろいろね、あるんですけど、僕はね、このマグネットが一押しです。なんでかっていうとね、昔からあるからです。このアプリもね、昔からもうずーっとあるんですよ。その間ですね、ずっと MacOS のアップデートにもついてきていて、やっぱりね、信頼感があるんですよね。同じような機能を持っていて、無料のアプリっていうのもいくつかあるんですけど、その中にはね、実はもう更新されてないアプリっていうのがあったりするんですよ。更新されてないと何が起こるかっていうと、何か想定外のことが突然起きたりとか、ある日突然使えなくなったりとか、何が起きるかわからないので、やっぱりね、ちょっと怖さがあります。こういったね、ユーティリティ系のアプリって生産性に直結するので、ここぞという時に不安定になられると困るじゃないですか。その点マグネットはもうずーっと昔から更新され続けてきているので、やっぱりね、安心感が違いますね。はい、このマグネットはですね、撮影時点で490円の買い切り型のアプリです。買うのはね、機能ではなく信頼です。安心が欲しいという人はですね、ぜひ検討してみてください。で、ただね、実は MacOS Sequoia から OS の標準機能としてほぼ同じものが提供されてます。これタイル表示って機能なんですけど、標準機能なのでもちろん無料で使えます。なんだよ、全然それでいいじゃんって思うかもしれないんですけど、このマグネットと比べるとね、ややね、違いがあります。ざっくりね、どんな違いがあるのっていうことをまとめたのがこの表なんですけど、一言で言うとね、カスタマイズ性が高いのがマグネットになります。細かいところまでいろいろできるので、使い勝手を自分にフィットさせやすいかなと思います。主だったところで言うとですね、その分割が細かくできるのがマグネットだったりとか、あとはショートカットが標準のタイル機能はもう固定して変えられないんですけど、マグネットは変えることができるとか、そういったところがね、主だった違いになるかなと思います。で、現状だともう一つ大きな問題が一つあって、標準機能のね、そのタイル表示のショートカットが
Chrome のショートカットとぶつかってるんですね。これ何が問題になるかっていうと、Chrome のウィンドウを分割したい時に思ったように動かないんですよ。ショートカット1回押すと Chrome のショートカットが動いて、2回目でタイル表示のショートカットが動くみたいな、そんな動作をするんですね、現状は。僕はね、メインブラウザが Chrome なので、これがちょっとネックなんですよね。マウスでね、分割するとかには問題ないんですけど、やっぱりキーボードショートカットでさっと分割できるっていうのが、これの醍醐味だと思うので、やっぱりさっとできないのがすごいストレスなんですよね。いつかね、修正されることだとは思うんですけど、それがいつになるかっていうのはちょっとね、まだわかんないような状況です。そうは言ってもですね、標準機能であることっていうのはやっぱり強いので、まずはですね、そのセコイアのタイル表示使ってみてもらって、やっぱりね、ちょっとこれでは無理だということになったら、マグネットを検討してもいいのかなというふうに思います。はい。というわけで、マグネットは490円の買い切り型のアプリとなっております。はい、じゃあ次はですね、フォルダータイ D というアプリです。で、これ何かっていうと、フォルダの中のファイルをね、整理してくれるアプリです。基本機能としては、特定のルールに沿って、フォルダの中にたまりにたまったファイルを綺麗にね仕分けをしてくれます。特にねデスクトップとかダウンロードフォルダ、雑多なファイルとかフォルダでぐちゃぐちゃになってませんか？じゃあ具体的にですね、このフォルダータイ D を使ってダウンロードフォルダを整理してみたいと思います。こんな感じでね、ダウンロードフォルダ、ファイルすごいことになってますよね。ダウンロードフォルダはもうなるんですよ。フォルダータイ D でこのフォルダを指定して、それから実行ボタン一発でね、ファイルが種類ごとに分類されます。画像とか動画とかね、拡張子をもとにファイルを分類してくれるので、どのフォルダの内容をどこに整理するか、これだけ指定すれば、一発でね、フォルダの整理が完了します。で、これどんなルールで分類されるかっていうのは、アプリの中にビルトインルールというのがあらかじめ設定されています。なので、難しい設定をしなくても、それっぽくファイルを整理してくれます。ただもちろんね、カスタムルールみたいなのを作ることができて、より自分好みにね、調整することもできるようになってます。例えばダウンロードフォルダの中で、最後に開いた日から180日以上経っているものは、削除候補フォルダに入れるみたいな、そういったルールを作ることも可能です。で、整理後にね、ちょっと待って、やっぱ戻したいわって思うこともあると思うんですよ。それもね、もちろん戻すことができます。何件かのね、履歴を保持しているので、過去の整理に遡ってね、戻すこともできます。このような感じでね、整理とそれから戻すっていうことができるんですけど、このフォルダータイ D は自動実行というのができないんですよ。どれだけルールを作ったとしても、トリガーになるのは自分のクリックなんです。で、僕はですね、それをいいところだと思ってるんですね。というのは、ファイルを自動で動かすので、しっかりルールを管理できないと、これ絶対事故るんですよ。なのでですね、多分Mac のね、オートメーターとかを使えば、これ自動化することもできるんですけど、それはですね、よっぽど扱いに慣れた人じゃない限り、やらない方がいいかなとは思います。はい、というわけでこのフォルダータイ D ね、公式サイトからトライアル版がダウンロードできます。製品版は買い切り型で700円のアプリになります。使ってみてよかったら、製品版を検討してみてください。はい、じゃあ次行きます。次はね、アイスというアプリです。アイスっていうのはメニューバーを整理するアプリなんですけど、メニューバーのアプリアイコンの表示非表示を設定できるようになります。ここまで紹介してきたアプリを含めてですね、多くのアプリはメニューバーに常駐するじゃないですか。数が増えてくると見た目が雑多になるし、ノッチがついている MacBook とかだともうね、表示できなくなって積みます。そこでですね、このアイスというアプリがあれば、常時表示させておくのはこれだけ。その他は隠しておいて、クリックとかマウスホバーとかで表示させる。こんなことができるようになります。この手のアプリは、バーテンダーというアプリが定番になってるんですけど、そこまでね、高度で複雑な機能っていうのは、個人的には求めてないので、シンプルに表示非表示の設定ができる、この ICE というアプリが、個人的にはね、最近のお気に入りです。はい、これね、無料で使うことができるので、メニューバー大変なことになってるっていう人は、ぜひ試してみてください。はい、じゃあ次、最後です。アルフレッドです。これはね、もう定番かつ超強力ということで、知ってる人もね、多いんじゃないかと思うんですが、やっぱりね、これは欠かせないアプリだなと思います。アルフレッド何なのかわからないという人のために簡単に説明するとですね、いわゆるランチャーアプリと呼ばれるものなんですけど、何かをしたいと思った時に、その何かを実行するまでのプロセスを大幅に省略することができるようになります。結構ね、抽象的だと思うので、具体例挙げますね。例えばね、Amazon で充電器探したいとしますよね。で、普通ならブラウザのブックマークとか、あるいは Google で充電器と検索して、Amazon のリンクを踏んで、みたいな感じになるじゃないですか。アルフレッドを使うと、間のプロセスを大幅にカットすることができます。まずはね、アルフレッドを呼び出します。
そしてこのボックスに Amazon と入力して、例えばアンカー充電器と入れます。そしてそのままエンターを押すと、なんと Amazon がブラウザで開いて、アンカーの充電器が検索された結果が表示されます。わかりましたこれ。で、実はですね、アルフレッドにアンカーと入力した時点で、Amazon のサジェストを表示してくれているんですよ、これ。なので、そこから選んで検索結果を表示するっていうこともできます。もちろんね、Google でも同じことができて、アルフレッド上で Google のサジェストをしてくれて、そのまま検索結果に遷移できます。ちなみにね、Twitter 検索もここからできます。X ですね。X 検索。で、他にも僕はね、Perplexity という AI 検索を頻繁に使うんですけど、これね、インターネット上から検索をした最新の情報に基づいた回答を生成してくれるサービスなんですけど、で、そのパープレキシティも追加するカスタマイズができるので、いちいちブラウザに行かなくても思い立ったところで実行できるので、めちゃくちゃ効率が上がります。でね、アルフレッドは全然まだまだこれだけじゃないんですよ。例えばね、ここからゴミ箱を空にしたりとか、Mac を再起動したりとか、そういったね、システム操作もできるし、過去のね、クリップボードの履歴をここから閲覧したりとか、もう一度ね、使用することができるんですよ。これもすごい便利でしょ。で、さらにですね、アプリとの連携もできるんです。さっき紹介したアプリのドロップオーバーと連携して、ファイルをね、指定して、ここからドロップオーバーに追加することができたりとか、あとは Notion を連携して、ここからね、Notion 内を検索することもできます。こんな感じでね、様々なアプリケーションと連携したり、定型的な作業をね、自動化するのをアルフレッド上ではワークフローと呼ぶんですけど、このワークフローっていう機能が超絶強力なんです。このワークフローっていうのは自分で作ることももちろんできるんですけど、インターネット上でギャラリーが広く公開されているので、そこから好きなものを選んでダウンロードしたり、それ以外にもね、Google 検索したらもう大量に出てきます。ここまで上げたのにね、本当にもう一例でしかないんですけど、本当にいろんなことができて、最初に言ったようにですね、これ何かしたいと思うスタート地点から、これ実際に何かしたっていう地点のこの間にあるプロセスをガバッとすっ飛ばせるんですよ。すごいでしょこれ。はい。で、そんなアルフレッドなんですけど、これ基本機能は無料で使えます。使えるんですけど、先ほど言ったワークフローという機能、それからクリップボードの履歴を参照する機能は有料プランが必要なんですね。実はね、さっきの Google 検索の時にサジェストしてくれる機能もワークフローがあるからできるものなんですね。というわけでね、無料でも使えるんですけど、進化を発揮するのはやっぱりこれ有料版なんですね。で、結構するんですよ。最も上位プランだと今の価格で1万円弱ぐらいかな。でもね、これはね、正直この上位プランを買うのがおすすめです。もう1個下にプランがあるんですけど、これだとね、アップデートが受けられなくって、そのメジャーバージョンアップみたいなものがあった時にはまた改めて買ってくださいになっちゃうんですね。上位プランは一度買えば、これ以上買う必要なくアップデートがずっと受けられるので、やっぱりね、本気で使うならというか、進化を発揮させるのは有料かつ最上位のねプランを選んでおくのがいいかなと思います。安いアプリじゃないんですけど、これ払った金額以上の価値は確実にあるアプリだと思うので、まずはね一旦無料版使ってみて、価値を感じられそうなら課金をね検討してみてください。はい。というわけでですね、実際に僕が使っている厳選した Mac アプリを紹介しました。厳選っていうか、厳選は別にしてないですね。実際にどれも普段使っていて欠かせないアプリです。なので日常ですね。日常を紹介しました。すべてのアプリはですね、概要欄にリンクを置いておくので、気になったものがあればぜひチェックしてみてください。はい。というわけで今日の動画は以上になります。こんな感じで Mac とか Mac のアプリとか Apple 製品とかその周辺機器とかガジェットについて紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。あとはですね、この動画にもいいねとかコメントとか、ぜひいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。